グリスは薄く塗れ。これ、ミニ四駆では30年以上も言われている、もはや常識です。今回は、この常識を思いっきり無視したらどうなるのか。常識の真実を検証していきます。スタート。ノーマル状態、グリスを刺さないレイスピア、思った以上に良い走りをしているように見えます。それでどこにグリスを塗っていくかなんですけれども、基本的な考え方としては、モーターが回転している時に擦れる場所に塗っていきます。というわけで、グリス3本分の量のグリス、これをですね、レイスピアに塗っていきたいと思います。今、常識を疑う検証が始まります。イグニションスタンバイ、スタート。ハローミニオレサーツガチ音機研究所ミックです。このチャンネルではミニ四駆の改造、豆知識、そして沼るほどの面白さを研究発信していきます。ぜひチャンネル登録をして一緒に研究を進めていきましょう。今回のテーマは、ミニ四駆グリスを薄く塗る意味はあるのか、これについて検証していきたいと思います。この動画を最後まで見てもらえれば、グリスを塗らないとどうなるのか、逆に塗りすぎるとどうなるのか、そして説明書にも書いていないグリスを塗った方がいい場所がわかります。ミニ四駆を始めたばかりの方はもちろん、すでにミニ四駆をやっている方でも発見がある動画になっていると思います。ぜひ最後までお楽しみください。今回使用するキットはこちら、レイスピアーですね。レイスピアーはハイパーデザイナーの山崎隆之氏がデザインしたミニ四駆となっています。最大の特徴はこのボディです。このボディ、実はミニ四駆のプラスチック製ボディの中でもかなり軽く作られています。軽いだけではなくて、グレードアップパーツを取り付けるときに邪魔になりにくい形状というのもポイントです。そしてデザインも素晴らしいですね。ミニ四駆らしさを損なうことなく、シャープかつ近未来的、戦闘機を思わせるキャノピーのフォルム、VZ シャーシと合わさることで、さらにミニ四駆としての一体感が高まります。そして、なんといっても、このクリアグリーンの形成色ですよ。F91 のビームシールドみたいじゃないですか。超絶おすすめのミニ四駆なんですが、今回はこれをグリスを一切使わずに組み立てました。というわけで、今回の検証の流れを説明します。これをまずはグリスなし状態で走らせてタイムを取る。次にグリスを薄く塗ってタイムを取る。最後にグリスをたっぷりと塗ってもう一回タイムを取ります。この3段階で検証します。検証にあたっては条件を合わせるために電池電圧はすべて充電で 2.8V に合わせます。またホイール貫通を行い、シャフトは中空ステンレスシャフトに換装しています。こうすることでタイヤが抜けてしまって計測できなくなったり、モーターに与える電圧条件をなるべく合わせるようにします。さらにモーターにも注目してみます。モーターは使っているうちにだんだん速くなるんですけれども、特にですね、最初の10分ほどは回転数が上がりやすいことが分かっています。したがってあらかじめ1時間ほど鳴らし運転をして、それから回転数を安定させておきます。例えばこんな風にですね、最初16000回転ぐらいから始まってるんですけれども、終わる頃には18000回転ぐらいになってるんですよね。こんな感じでモーターが速くなっていくので、条件を合わせるためにある程度落ち着くまではモーターを鳴らしておこうと、そういう作戦です。それでは早速こちらのグリスなしのレイスピアー走らせていきましょう。検証の舞台はこちらのサーキット。ジャンプもレーンチェンジもない平坦なコース。コースアウトの心配はございません。ここで思う存分検証していきます。グリスを塗るべきか塗らざるべきか、それが問題だ。まずはグリスを塗らない状態での走行。果たしてどのような結果になるのでしょうか。イグニションスタンバイ、スタート。ノーマル状態、グリスを刺さないレイスピア、思った以上に良い走りをしているように見えます。コーナーを曲がって2周目、グリスがない状態でもスムーズなコーナリングを見せています。ウェーブを抜けてストレートを抜けてファイナルラップに突入。さすがは VZ シャーシ。ただの連続コーナーではコースアウトしません。そしてゴール。グリスなしでもしっかりとした走りっぷり。タイムは 16.84 秒。これが基準となります。グリスなしでも意外と走りますね。タイムは 16.84 秒でした。ですが、1回の走行だとブレがあるかもしれないので3回走行させています。
3回の走行結果のタイムはこちら。だいたい16秒台後半になるみたいですね。何にもグレードアップパーツとかつけてないので、まあ、こんな感じかなっていう気もしますね。それでは早速グリスを塗っていこうと思うんですけれども、まずはどのぐらいの量を塗ればいいのか把握しておく必要があります。そこでまずは文献を確認していきましょう。ミニ四駆レース必勝ガイド1996年の書籍です。こちらの古文書によると、グリスは必要最小限にと記してあります。どのぐらいの量か教えてほしいですね。ミニ四駆スーパーテクニックを見てみます。これによると、グリスアップを忘れずにつけすぎないよう注意してと記載がありますね。これはグリス出てるのかな？なんだろうな、料理の塩少々みたいな感覚で覚えるやつなのかな？しょうがない。土屋博士に聞くか。付け方を確認すると、ギアにつけるときはこのぐらいで十分だ。本当にちょっとですね。というか、これ編集してるときに気づいたんですけど、タイヤのバリがマジでやばい。それでは土屋博士の教え通り、本当にちょっとだけ塗っていこうと思います。それではグリスを塗っていくんですけれども、あらかじめグリスをどこかに出しておいた方が作業しやすいです。こういったですね、透明な袋ついてくると思うので、これにグリスをむにゅっと出していきます。はい、むにゅっと出しました。これで塗っていきます。グリスを塗るための道具は、こういったランナーをですね、再利用した棒でも大丈夫なようです。今回はこれを使っていきます。それで、どこにグリスを塗っていくかなんですけれども、基本的な考え方としては、モーターが回転している時に擦れる場所に塗っていきます。説明書にあんまり書いてないところで言うと、ここですね。ギアカバーの裏にあるプロペラシャフトを押さえる小さな突起。こちらはペラシャウケと呼ばれている部分ですね。本当にわずかな突起なので見落としがちなんですけれども、ここを塗っておくと効果的です。あとはこういったギアですね。ギアの刃の部分に塗るっていうのは皆さんお分かりいただけるかと思うんですけれども、考え方としてはギアの刃だけではなくて回転中にどこかと接触する場所、そこを探して基本そういったところは全部塗っていくといいと思います。例えばカウンターギアの根元と側面、スパーギアの側面、クラウンギアの側面、あとはちょっと気づきにくいんですけれども、プロペラシャフトの頭の部分もちょっと当たるので、ここにも塗っておくといいですね。先ほど紹介したペラシャウケはフロント側にもあるので、こちらにも塗っておきましょう。あとはまあ、これは好みかもしれないんですけれども、このワッシャーの部分も一応擦れるところではあるので、塗っておいてもいいかもしれません。それで塗り方なんですけれども、今回は薄く塗るというのも一つのテーマになっています。なので、こんな感じでですね、ちょっと丁寧に塗っていこうと思います。結構時間がかかるので、ここは飛ばしていきます。ちょっとグリスを塗ってる間に気づいたことがあります。グリスなしで走行したんですけれども、ここにですね、ちょっと黄色いものが付着しているんですよね。ちょっと映像だと見えづらいと思うんですけれども、この黄色いものはおそらくこのローラーですね。このローラーの素材がこう回転するときに、ここに擦れて摩擦熱で溶けたものだと思います。ノーマルモーターでの走行だったので、そんなに激しくない走行だったんですけれども、グリスをつけていないと、こういうことが起きやすいのかもしれませんね。はい、というわけで、グリスをちょっとだけ塗ったレイスピアが完成しました。それでは、これで走らせていきましょう。グリスを薄く塗ったレイスピア、果たして走りの方はどうなるのでしょうか。速くなるのか、それとも変わらないのか、遅くなってしまうのか。イグニションスタンバイ。スタートダッシュは問題なし。コーナリング速度が上がっているように見えます。ストレートを抜けて2周目。見ているだけでわかる、先ほどとは段違いの走り。コーナーで差をつけていってファイナルラップ。これがレイスピアの本来の走りだとでも言うのでしょうか。そしてゴール。グリスなしの時よりも軽やかな走りを見せたレイスピア。タイムは 13.78 秒。記録を大きく更新してきました。これはグリスかなりありなんじゃないでしょうか。グリスを薄く塗っただけなのに想像以上の差がつきました。3回走行させた結果はこちら。平均タイムを見ると、グリスなしが 16.8 秒、グリスを薄く塗った方が 13.72 秒となりました。その差は3秒なんですけれども、1周あたり約 4.5 秒で周回できるサーキットで3秒の差ってかなりでかいですね。
今回は定点観測がうまくいったので動画を重ねてみました。薄く見える方がグリスなしです。かなり差が開いていますね。もうちょっと詳しく見てみましょうか。まずスタートダッシュからして想像以上に差がついています。そして実況でもお伝えした通り、コーナーがですね、やはりかなり差が開くポイントになっています。ストレートセクションについても置いてかれてる感じがしますね。スタートダッシュやコーナーなどの負荷がかかる場所はもちろん、ストレートであってもグリスを塗った方が早い。つまり全面的に速くなるので、グリスを塗りましょうということです。それでは次は30年越しの疑問に答えていきましょう。グリスをたっぷり塗ったらどうなるのか。ミニ四駆の書籍では30年もの間ずっとグリスを薄く塗ってくださいと書いていました。今回はその常識を疑い、グリスをてんこ盛りにしていきます。とは言ったものの、まずは塗りすぎの基準について知る必要があります。ミニ四駆超速ガイド2014年に記載がありました。こちらのページに記載があります。明らかにグリスが多すぎる例。一箇所にたっぷり塗るとかえって抵抗となり、ギアの回転が鈍くなる。これを参考にしようと思ったんですけれども、もっとたっぷり塗らないとダメなんじゃないかなという気がします。ギアの回転をしっかりと鈍くしていくために、ギアの刃がグリスに埋まるぐらい、そのぐらい塗っていった方がいいと思います。超速ガイドを読んだことで大まかな基準を理解することができました。少なくともこれよりもたっぷりと塗ることができれば、塗りすぎということができそうです。まずはグリスをたっぷりと準備していく必要があります。グリスを準備している間に少しこのグリスについて紹介していきます。このグリスはパッケージにハイジョイングリスと書いています。このグリス単体で売っているということはあまりないですね。中身はワセリンという噂があるんですけれども、それが本当かどうかはちょっとわかりません。というわけで、グリス3本分の量のグリス、これをですね、レイスピアに塗っていきたいと思います。まずはカウンターギア周りからやっていきます。ちょっと見えづらいんですけれども、カウンターギアシャフトにはみ出すほどグリスを塗りました。そしてギアの刃が完全に埋没するまでグリスをですね、塗りたくっていきます。もうですね、手がね、べちゃべちゃで気持ち悪いです。そしてもちろん、ローラーにも容赦なく塗っていきます。なんだろうな、これ、最中にあんこを詰める和菓子職人の気持ちです。はい、一応ですね、全部塗り終わったんですけれども、塗りすぎちゃって、コースにですね、グリスが付着しちゃいそうな感じがするんですよね。これもしお店とかでやっちゃうと、本当に迷惑になるんで、やめておいた方がいいですね。自宅コースとは言っても、明らかにはみ出しているところは、ちょっと拭き取っていこうかなと思います。それでは手洗いをしてからモーターをセットして走らせていきましょう。グリスを塗ったら速くなった。ならば、たっぷりと塗ったらどうなるのか。果たして速くなるのか。それとも、駆動が重くなって遅くなってしまうのか。今、常識を疑う検証が始まります。イグニションスタンバイ。スタート。ゆっくりとスタートを決めるレイスピア。少し駆動が重いか。走行自体は問題なく2周目。先ほどよりもゆっくりめに感じますがどうでしょうか。2周目、ストレートを抜けてファイナルラップ。連続コーナーを抜けて、そしてバンクをクリアしてウェーブをクリアしゴール。グリスをこれでもかと塗ったレイスピア。やはり重い走りでしたが、タイムはどうなのでしょうか。14.71 秒。グリスを少し塗った時よりも1秒ほど悪化していますが、グリスを全く塗らないよりは早いという結果になりました。教科書通り、さすがはタミヤ土屋博士。グリスを薄く塗るのが最も良いという結果になりました。グリスは薄く塗った方がいいっていうのがここで立証されたわけなんですけれども、もう少しデータを取ってみたら面白いことが分かったので紹介します。グリスをたくさん塗ったバージョンでも3回走らせたので、その結果を出します。グリスを全く塗らないのが一番遅くて、グリスを薄く塗ったやつが一番早いという結果になりました。グリスを塗ると速くなるとは言っても、薄く塗るのが一番良くて、グリスをたくさん塗りすぎるのは良くない。そういうことですね。もう30年以上も前に誰かが検証済みなんでしょうね。
今回も映像を重ねて見てみます。たっぷり塗ったやつの方が全体的に遅いんですけれども、コーナーでやっぱりちょっと差をつけられやすいみたいですね。このコーナーで差が出やすいっていうのは、グリスがない場合も同じでした。塗りすぎてやっぱり抵抗になってるんでしょうね。ただですね、このグリス型のデータに注目してほしいんですけれども、14.71秒、14.33秒、13.99秒と、だんだんとタイムが改善していっているんですよね。グリスをたっぷり塗ったとは言っても、走らせるたびにグリスを塗り直してはいないので、だんだんとグリスが馴染んできたりとか、あとは余計なグリスがですね、ギアから剥がれ落ちたりして、それでいい感じに馴染んでいったんだと思います。それにしても、グリス型の3回目の走行の13.99秒は、もうグリスを薄く塗った時にかなり近づいていますよね。これはもう少し走らせたら、果たしてどうなるのか、ちょっと気になりますね。もう少し走らせたら、薄く塗った時のタイムに近づく可能性があると思います。それでは電池をセットして走らせてみましょう。グリスをたっぷりと塗ったレイスピア。馴染んできたグリスは果たして速さを回復できるのか、期待が高まります。イグニションスタンバイスタート。おっと、これはなかなか軽快な走り出し。ウェーブストレートコーナーを抜けて2周目、コーナリングに鋭さが見えますが、どうでしょうか。180度コーナーを抜けてファイナルラップ、連続コーナーにバンク、ウェーブとストレートを抜けてゴール。かなり良くなっているように見えるが、タイムはどうか。タイムは 13.62 秒。グリスを薄く塗った時とほぼ同じタイムが出ました。そして当然3回走行させておりますので、その結果も見ていきましょう。なんとグリスを薄く塗った状態とグリスを多く塗った場合とでほぼ同じタイムとなりました。今回の結果から分かったことをまとめます。グリスは薄く塗った方が良い。グリスをたっぷり塗ってもグリスを薄く塗ったとしても結局は同じぐらいの速さに収束する。塗りすぎると手がベッタベタになるし、レギュレーション違反になることもある。そしてグリスがもったいない。さらに馴染むまで時間がかかる。だったら最初から薄く塗った方が断然お得。30年前から言われ続けている知識に間違いはなかったようです。今回はハイジョイングリスで試しましたが、皆さんはギアに何を塗っているでしょうか。もしくは何も塗っていないドライ派でしょうか。もしよろしければコメントをください。ちなみに私は F グリスを塗っています。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではまた。しなやかに着地しなる VZ